65.85。減量終了しました。65.85 キロでした。これから、リカバリーをして、ウォーミングアップしてスクワットに移っている形になります。万全の準備を尽くして頑張ります。なんか会場がめちゃくちゃ暑くて、減量通ってからもう汗が止まらなくて、飲んでも脱水状態みたいな感じで、正直リカバリーはもう過去一うまくいかなかったなっていう感触でした。まあ悪くないかなっていう上がりでした。自分の中で 2.5 いくか40いくか迷ったぐらい、ただケロリック的には 37.5 じゃないかって言われて、いや 37.5 ではないでしょと思って、でも 37.5 に見えたんだったら40いっとこうって感じでした。いや第二試技びっくりしましたね。良かったんです、スクワット事前の練習とかは割と。切り返していつもならスーッとそのまま立ち上がれるところでめっちゃ重さがきたっていう感じだった。四頭筋でこう踏むみたいな力がうまく入ってなかったのかなと思って、もう心折れましたね。ここで240個の上がりだったら730いけねえじゃんってちょっと思いましたね。はあ、切り替えなきゃなみたいな。正直もう730は240の時点でちょっと厳しいから、だからもうちょっと2位しっかり取りに行こうみたいな感じでしたね、気持ち的には。脱水の感じがいつもだったらもうちょい楽になるんですけど、リカバリー回ってくるぐらいでまだしんどいなみたいな。その中で今回救いだったのが、妻の過去がなんか扇風機みたいなの持ってきてくれてて、それちょっとこうわーって顔に当てながら仰向けになってたらちょっと回復してきて、それがあってよかったなっていうしっかり軽く上げてベンチは 182.5 いこうと。それいけばその2位しっかり取れるからっていう感じですかね。いや止まっちゃったね。ちょっともっと軽いはずなんだけどな。これ審判の赤は1回下がったで赤ついてるんですよ。でバイシーンが覆したのは肘が降りてないっていうので覆してるんで、そこのちょっと違いはですね。軽いの分かってたんで、プレスでが来るであろうってタイミングとプレスのタイミングがちょっとずれすぎてたってのがあって、でもそれでも上がんなきゃいけないんで、もう難なく第一っていうのは。だからまだ第一で 72.5 いく力がないとも取れるのかなって感じですね。本当はね 82.5 ぐらいまで全然今回あると思ってたんで、自分的には。うわさっき取んなかったのに今回は肘取るみたいな。ここで覆されちゃったらもう俺80いけないじゃんと思って。そうだね、見てる人の方が多分ドキドキしてたと思う、俺より。だから自分的にはもう心臓バクバクどうしようじゃなくて、もう失格でもいいっすよみたいな、いやもう 77.5 いったるわって俺は思ってたんだけど、でもそのセコンドの過去とかケドリックの、あれもあって、いや75しっかり取ろうと、
ここ失格やばいからとっていうんで分かりましたと。これで赤取られたらもうしょうがねえわと思って、もうこれ以外のベンチプレス用意してないからみたいな気持ちだったんで、第3はもう正直吹っ切れてました。手幅を変えるとかそういうんじゃなくて、もうハの字をめっちゃ切るっていうので第3は行きました。だから自分も一応今回は第2から第3でしっかりこうめっちゃハの字切ってやるっていうベンチの一つバリエーションを持ってたんで、白2だったけど通ったわけなんで、そこは自分が積み上げてきたキャリアのこの経験値みたいなとこを生かせた場面ではあったかなと思いましたね。自己ベストの725オーバーっていう目標はもうぶっちゃけ無理なんで、この時点でサブだいぶ詰めてないし、だからもうどうしようかなっていうよりも2位を狙いに行く試技をしましょうっていうことしかないよね。ここは確実に行きましょう。冷静にロックアウトなり肩の返しなりなんかつまんないことで赤試技取られないように、誰が見ても白の試技を行くっていう感じでちょっと冷静に臨んだイメージでしたかね。ワールドゲームズの時の反省で 297.5 いったんだけど失敗したので、95でちょっとこうプレッシャーを与えるっていう流れでいいんじゃないかなって。正直290でちょっとこう前後のバランスのブレみたいなのを出してるようじゃ300が厳しいなっていうのがあったんで、なんでこの重量を選択した。しっかりプレッシャーを与えましょうっていう感じです。やっぱ66最後の試合にこの第3試技のデッドリフトの成功で終わらせたいっていう気持ちで臨みました。725全然無理です。全然無理でした。またタフな試合でしたね、いろんな意味で。失格もよぎった中でね、ベンチ2位のトータル3位、こんなもんですね。295上げててもジョセフ・ジョーダン戦300上げたんで全然勝てないです。正直サブトータルじゃ全然無理だなっていうのは分かってたんで、全然ダメでした。66で730はちょっと無理だったんですが、一旦74で経験積んでね、もうちょいリフターとして成熟してから、またね、何年かかるか分かんないけど時を経て66に帰るなんていうこともねあるかもしれない。でも74でやっぱりやることをしっかりやらなきゃなっていう気持ちですね今。最後まで応援ありがとうございました。自分の中での目標は、少し及ばずという形でしたが、すごくいい形でこの66キロ級という階級での幕引きとして
できたかなと思います。で、次74キロ級でですね、しっかり活躍できるようにまた、初心に戻って一から作り直していくつもりで頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。